こんにちは、戸口です。DCS アビエイターの皆さん、着艦の練習どうやってますか？今回は、スロットル操作だけで着艦できるように手放しで着艦してみよう。そんな企画です。細かいことは抜きにして、まずはデモンストレーションをご覧ください。最終進入中のコックピットです。操縦桿には触れてません。では再生します。スロットルで高火率を制御しています。ロールはラダーで制御しています。ロールが緩慢なため、センターラインに合わせるのが難しいですが、とにかく無事着艦できました。さて、いつから手放ししてるのか、そう思いませんでしたか？答えはパターンに入ったらずっとです。今回はブレイクターンを行いませんので、減速してリトリムしたら、あとはずっと操縦桿から手を離しています。旋回はラダーで行います。一度オンスピードになったら、上昇下降はスロットルでできます。ボール、ラインナップ、AOA、そして機関。では各段階ごとにブレイクダウンしてみます。アップウィンド。この段階では通常の350キロと800キロですが、空母上空で着艦体制にしたいので、この時点で減速開始しています。ギアダウン。フラップダウン。リトリムの準備をし始めます。ただし AOE がオンスピードになるまでは、トリムは使わず操縦桿で制御しています。速度が落ち、AOE ブラケットと FPM の間隔が狭くなってきたので、そろそろリトリムすることを考え始めます。ここからバックサイド領域に近づくので、一気にスロットルを上げつつ、トリムの当たりをつけます。トリムをフォロー調整。スロットルで高火率を制御しつつ、操縦桿から手を離します。空母との距離を見つつ、イニシャルターンします。左ラダーを入れていますが、機体はすぐにはロールしません。各舵の遅延を考慮しつつ操縦します。ダウンウィンドに入った時点で600フットにしたいので、降下するようにスロットルを調整しています。バンクは30度以内で制御します。ダウンウィンド方位の15、20度手前から水平に戻し始めます。バンクが水平に戻るに従ってスロットルを戻しています。旋回に入る前が140ノット前後でしたので、ここでは水平飛行時に140付近になるようにスロットルを調整しています。ダウンウィンドでは600フットを維持できるよう、スロットルで降下率がゼロになる速度を探っています。ここではラダーでロールをフォロー調整しているため、速度と降下率がなかなか安定しませんでしたが、速度と高度だけに集中してしまい、方位を外さないように注意しています。ところで、今回の動画は一発撮りしています。ジョイスティックの操作を同時に録画するためです。失敗したくないので、今回はファイナルを長く撮ることにしました。通常だとターンはもう少し早めになるはずです。ベースターン開始です。通常機関と同じく90度で500フット、ウェイクで370フット付近を狙います。少しオーバーシュート気味に感じたので、ここからバンクを足しましたが、この修正が後々のパスに影響を及ぼしてしまいます。まもなくセンターラインでのラインナップですが、今回のようにバンクを取りすぎると旋回中の速度も多く必要になるため、このままバンクを戻すとかなり機種が浮いてしまいます。対応するにはバンクを戻す前からかなり大きくスロットルを絞る必要があり、センターラインに合わせつつ降下パスに乗せようとすると、かなり先を見越したコントロールが必要になります。今回はダウンウィンドを伸ばしたので修正する余裕がかなりありました。低めのパスから適正パスへ修正しつつ、うまくラインナップできそうです。しかしラダーのみでロール制御をしているため、どうしても最適な修正タイミングを逃してしまいます。最終的には少し左寄りのアプローチになりました。AOA とボールはいい感じです。オンスピードバックによりタッチダウン時衝撃で揺れる操縦に注目。どうでしたか？ DCS のホーネットドライバーはぜひやってみてください。
次は F14B でのデモンストレーションです。基本は FA18C の場合と同じです。F14B はエンジンレスポンスも良好なので、スロットルだけでの上昇効果の制御も容易です。操縦桿から手を離すのなら、DLC は出すだけ無駄なので、今回は DLC は使わず、その分着陸速度を下げています。クリーン状態なので、DLC を使わない状態の適正用意速度は、おおよそ130ノットとかなりの低速になります。リトリムが完了しました。操縦桿から手を離して、同時にラダーを踏んでロールを開始しています。F14 は FA18C と違ってラダーを使ってもバンク角度を維持しようとはしないので、ラダーでのロールははるかに容易です。後ろ高い容易でエレロン操作を行うと、スポイラーの誘発するプロバス用と、それを打ち消そうとする SAS の働きで厄介なウイングを引き起こすので、後衛容易の場合、ラダーでロールさせている人も多いでしょう。特に見るべきところもないので、ファイナルまで早送りします。例によって本番一発撮りです。失敗したくないので、今回もファイナルは少し長めに撮れました。自分は普段からファイナル付近ではラダーでロールするように心がけています。これからロールアウトしますが、FPM の横滑り量に注目。ラダーを使うとアドバンス用傾向が出ず、量の揺れもすぐ収まるため、ラインアップが容易になります。今回もファイナルが長くなり、左寄りになってしまったので、右に寄せようと頑張っています。FA18C に比べると、ラダーに対する反応が早いので、修正は容易ですが、両ウイングとローリングのカップリングを起こしやすいので、大きくラダーを使わないように注意が必要です。パスが若干低め。かなり左寄りでの進入にはなってますが、機体自体は安定しています。DCS の F14 は環境のバブル効果で、この辺りからかなり上下に揺られるので、普段なら DLC で修正しているところです。今回はバブルを抜けた後、パスが高くなりすぎないよう、若干パワーを足してすぐ戻すようにしています。最終的にボールがかなり下になりましたが、ともかくランプストライクにはならずに済みました。どうでしたか？トムキャットライダーの皆さんはぜひチャレンジしてみてください。ちなみに F14 ワンペアは難易度が1段上がります。いかがでしたでしょうか？手放しで着艦と聞くとかなりネタっぽく聞こえますが、正確なトリムと的確なスロットルワークが必要とされる、かなり高度な着艦練習方法ではないでしょうか。やってみた、簡単すぎる、他の機体でもやってくれ、など、ご意見をお待ちしております。このチャンネルでは今後も、PC パーツレビュー、フライトシム、ゲームなど各種動画を投稿していきますので、高評価、チャンネル登録、コメントお待ちしております。